テレビ東京が財務省解体デモを放送した裏側。今日は1分でできるゴシップネタがないため、テレビ東京が財務省解体デモを他社に先んじて放送した裏側について考察したいと思います。テレビ東京、日経新聞系列の官僚出身役員。テレビ東京と日経新聞系列が元経済産業省の官僚を役員として抱えていることが知られていますが、財務省の OB については調べた限りでは確認できませんでした。これにより経済政策に関する報道や分析が官僚的視点から行われる可能性があります。そのため彼らの報道が政府の政策とどのように関連しているかが重要になると考えられます。日経新聞系列と経済界。日経新聞系列とテレビ東京はビジネスニュースを中心としたメディアであり、経済界、特に経団連との深い関係を持っています。このため国の経済政策や企業に関する報道が重視される傾向があります。スポンサーシップと経済界の利害。テレビ東京が大手輸出業者と関係を持つことで、報道やコンテンツ制作において特定の視点が反映される可能性があります。特にトランプ大統領の関税引き上げ問題に関しては、大手輸出企業の利益を守るための議論が重要になります。具体的には、トランプ大統領の関税政策において、米の輸入関税引き下げと輸出関税 25% の導入、自動車に関しては 2.5% に 22.5% もの上乗せとなり、業績悪化が懸念されます。トヨタの自動車販売比率を見れば、国内が3割、アメリカが4割という比率になっています。アメリカによる 25% の関税は、特に日本の大手自動車メーカーや輸出企業にとって大きな影響を与える問題であり、これによって売上の低下や競争力の喪失が懸念されています。消費税と関税の相対的な影響。日本の消費税の廃止やトランプ関税の引き下げを望む声は、国内企業からも、特に関税に関しては輸出企業からも高まっています。官僚の天下り先団体への無意味なばらまきを減らせばいい。国際競争力を維持するためには、国内市場よりも海外への売り上げを重視する企業にとって、関税の影響は直結します。また、消費税の廃止によって、日本国内の消費が高まれば、日本経済全体にプラスになるのではないでしょうか。全体として、テレビ東京や日経新聞がこうした経済政策をどのように報道するか、また輸出企業や国内経済の視点をどれだけ反映するかの方向性を示したのではないでしょうか。今回の報道は、トランプ関税に深く関わっているのではないでしょうか。25% という数字が出なかったら放送されなかったのか。この件について、皆さんの意見もお聞かせください。